皆さんこんにちは。整理収納アドバイザーの七尾明子です。今回はお客様のお宅での訪問お片付けビフォーアフター事例をご紹介していきたいと思います。今回のお宅では納戸とキッチンのお片付けをさせていただきましたので、まずは前編の納戸編をお送りします。はい、ではまずこちらが、今回お片付けさせていただく納戸になります。場所的にはリビングの真横にあって非常に、便利な立地にあるところの収納になっています。で、中の方を拝見していくと、こんな感じで非常に広さもありまして、かなり、空間としてはある、場所になっています。じゃあ実際にどんなところが、お困りかというところをヒアリングさせていただきたいと思います。すぐ入ってすぐのところにあるこの棚があんまり使われていないっていう、はい、このカラーボックスですね、はい、今どんなものがありますか？ここは抱っこ紐の一時置き場で使ってたんですけども、はい、そもそも抱っこ紐を使わなくなってきてしまって、はい、ただ使わない抱っこ紐が置かれているっていうのと、はい、お尻拭きの、ストックが置いてあるぐらいですかね。じゃあ、入ってすぐのところですごく便利な場所なんですけれども、使ってないものとかが、入ってしまっててちょっと持って離しちゃってるということですね。はい、あとこの辺はどんなものが？この辺は基本的にストックが置いてあって、はい、ここは結構定位置になっていて、よく使ってるっていう感じなんです。ストック品の収納で、場所としては非常に便利で使えてるってことですね。はい、あとこの辺の上の段はいかがですか？はい、上は洗濯をして、アイロンをかけようと思って溜めてある場所っていうか、なのでアイロンが横にあってかけるぞという意思はあるものの、なかなかできず溜めちゃってるものが、ちょっとそのまま置いてあるのでぐちゃっとやっぱり見えちゃうっていうことですね。はい、あとこの辺は家電は今使っていらっしゃらない家電ですかね。そうですね、これ布団乾燥機ですけれども、使ってないですね。じゃあ奥の方でもいいけど、とりあえず置いちゃってるっていう感じでしょうかね。はい、上の段はいかがですか？上の段は、使ってないものとか、あと、空の段ボールとかが結構入って、一番上のが空の段ボールですかね。あとこの白い方もそうですかね。でこの下はこれは非常食というか保存食が、入っていて、開けてないけど、そのまま入ってるっていう感じですね。はい、このライトとかも使っていないものでしょうかね。そうですね。はい、わかりました。はい、じゃあこの、入って正面の段に行きますが、真ん中のところはこの辺は小物とかですかね。そうですね、文房具とか、フックとかそういう小物的な、ものと、あとちょっと書類関係、はい、あとじゃあこの上の段はどうですか？上の段は季節の飾り物とか、この辺が季節の飾り物、はい、こっちですね。でこれはちょっと人形の趣味の道具が入ってらっしゃるってことですね。おもちゃとかそういう、はい、あとこの辺はちょっと思い出のものがあったり、あとこれはインクとか、なんか場所が空いてるから適当に置いたものたちがとりあえずちょい置きのものが置かれちゃってるっていう感じですね。場所的に便利なのでね、ちょい置きの誘惑がすごいありますよね、場所的に。はい、とこの上の段は空き箱とかですかね。はい、あとこの辺はまず人形とか、この辺は僕は、前使ってた DVD プレイヤーとかレコーダーとか、これも基本的には使ってないものということですね。はい、その下ですが、こちら掃除道具とかでしょうかね。はい、これは結構使うものですよね。そうですね、週に1回とかは使う感じです。あとこの辺は、絵の具とかですかね。画材とかそういう感じ。あと下の段ですが、こちら段ボールは、これはなんかお引っ越しの時とかのものですかね。お引っ越しの時に持ってきたそのままで置いてあります。こちら、入って右側の段ですけれども、じゃあこの入ってすぐの方はこちらはどんなもの？薬系のものが
入ってるんですけれども、はい、もうこう見ての通りこんな感じなのでここもこの中で特に困っているところですね。上が工具とかでしょうかね。ここに保育園の、登園用のバッグとかをかけてるんですけれども、はいはい、すごく不安定ですぐ落ちちゃうのが結構ストレスです。上の段はこれは箱は中身は空き箱ですかね。この上のこれは空き箱ですね。はいはい。あと上のスーツケースは、これはちょっと今はあれですけど、たまに旅行とかの時に使うかなっていうところですね。はい、一番上のところ段で使ってるのはこのスーツケースと、5月人形ぐらいですかね。はいはい。スーツケースもちょっとね上の方にあるので、いざ使うときに若干出しづらいかもっていう感じですかね。あと下の方ですが、この床のあたりはどんなものがありますか？使わずに押し込められているものと、はい、この中で唯一使うかなっていうのが、はい、黒い折りたたみのテーブルが、はいはい、普段は使わないんですけれども、なんかお客さんとかが来た時にちょっとテーブル広くしたいよねみたいな時に出すんですが、はい、これを出すのが結構そうですよね。だいぶ障害がある感じですもんね。あとこの辺のストーブとかも、使うとしたらね今の時期ですもんね。でもあんまりもう今は使ってないっていうか、ちょっと家が引っ越してきて、暖房の仕組みがちょっと変わったので、はい、そんなに必要なくなったっていう、暖かくなったのでもう出番があんまりなくなったかなっていうところですね。はい、あとこの辺のバッグはこれは普段使いのバッグではない感じですか？バッグは普段使いではあるんですけど、これは、子供と出かける時用のバッグっていう感じで、はい、このバッグはなんか子供用品とかがこう入ってる状態で置いてあるっていうママバッグみたいな感じということですね。はいはい。じゃあそれなりに使用頻度はあるんだけれども、はい、ちょっとこう置き場所がなんとか決まっていなくてこうポイっていう風になりやすいということですね。ちょっと全体的にですね、やっぱりこうどこに何が、置くのかっていうところがこうはっきり決まっていない部分もあったりすると思いますので、そのあたりをこうしっかり決めていきつつ、あと長年こう着手できなかったこう不要なものとかが、結構残っちゃってるっていうところもあると思うので、そのあたりをこう、思い切るのなら思い切るっていうところでしっかりこう要不要で分けていって、でよく使うものは使いやすく収納するという感じで、作業をしていきたいなというふうに思います。はい、では実際に納戸の中のものを出していきたいと思うんですが、その際にこちらですね、よく使うもの1群、それからたまに使うもの2群、そしてあまり使わないもの3群という形で分類しながら出していきたいと思います。はい、では、納戸の中のものを一通り出していきましたので、使用頻度でどんな風に分けたかというところをちょっと見ていきたいと思います。でこちらが、1群のものですね。この辺は掃除用品ですね。あと救急用品とか、あとはアイロングッズですね。それからお子さんの、おむつとかお尻拭きとか、あと、ママバッグみたいなものですね。そういったものが入ってます。あとは、工具ですとか文具類も一群に、入っていますので、この辺りのものは比較的出しやすいところに収めていきたいと思います。で続いてこちらは2群のものになりますが、こちらは奥様がお使いになる、画材ですとか、あと手芸用品とか、あとこちらに書類関係もありますけれども、ただ書類は一応使用頻度としては2群なんですが、あまり奥の方にしまってしまうと、普段出し入れがしづらくなってしまうので、こちらはあまり奥の方じゃないところにしまっていきたいと思います。はい、そして、こちらが3群のものですが、かなり空き箱がかなり多かったかなというふうに思いますので、こちらは、いるものといらないものと、分けていくのと、あと思い出のものもかなりありましたので、こちらはしっかり保管できるように、場所を作っていきたいと思います。はい、ではこちらの、救急用品ですね。こちらがかなりいっぱいになってしまっていますので、こちらの、カゴを使ってですね分類しながら収納していきたいと思います。
ず内服薬になりますが、こんな感じで、まとめてみました。で、箱はですねこんな風に折り返してあげると、中身が見やすくなりますので、使いやすくなると思います。こんな感じで、概要薬も一つにまとめさせていただきました。ちょっと量が多めでしたので、使用頻度の高い、絆創膏だけはまた別の場所に収納したいと思います。はい、そしてもともと薬が入っていたボックスの方には、ちょっとかさばるですね、貼り薬ですとか、あとは処方薬、あと先ほど、分けた、絆創膏を収納させていただいています。では、何度入って左側のこちらの、棚の方にはストック品を収納していきたいと思います。まずは入って左側の面になりますが、こちらの下段ですね、もともと入ってすぐのところにあったカラーボックスを横にして下に置きまして、こちらはストックスペースにしています。はい、空間をですね、区切ってあげることで、細々したストック類も少し収納しやすくなるのではないかと思います。そこから、1段上の段ですね、こちらの段には、掃除用品ですとか、あとは、アイロングッズですね、家事のものなどを、ひとまとめにしています。そして上の段にはアイロンをかけようと思って、置いていたものを紙袋にまとめたり、あとは、フリマアプリなどでですね、売ったものなどを配送するときに使う梱包材などを紙袋にまとめています。そして上の段には、今はあまり使っていないというお子さんのベビー用品などを、置いています。そしてこの棚のコーナー部分はですね、ちょっと出しづらい場所でもありますので、あまり使わない収頻度の低いものを、収納するのに使っています。そして真ん中のゾーンですね、真ん中のゾーンはもともとあった引き出しをそのまま活かしていますが、文具とか工具とかそういったものを、まとめておいています。そしてその上の段には、書類関係と、あとは、文房具類ですね、こちらを、まとめておいています。でその隣には、裁縫道具という形で、この辺りは、よく使う小物類を、ひとまとめにしているという感じになっています。そして、奥にあった、スーツケースは出しやすいように下段に置きまして、3つ並べておいています。そしてその右のゾーンなんですが、ここは、縦ラインでですね、奥様が使われる家財とかクラフト系のものですね、そういったものをひとまとめにしています。ですので、家財系のものは、そこまで使用頻度は高くなくても、ここにまとまっているよということで使いやすくなるのではないかと思います。あと上の段ですね、こちらの段には、思い出のものですとか、あと飾り物系を、まとめておいています。そして奥のゾーンは基本的にはもうほとんど使わないものをまとめているという形にしています。奥でも、そんなにですね困らないものを置いていますが、このですね、折りたたみの机は比較的よく使うということなので、この中では手前側に置いています。そして入ってすぐ右のゾーンですね、こちらは、お薬が、ちょっとごちゃっと入っていって使いづらいということでしたので、分散をしまして、外用薬とか塗り薬系ですね、飲み薬、あとは少しかさばるものという形で分類しておいています。そしてその下の段には、お出かけ系のバッグですね、そういったものを、置くスペースにしていまして、こちらは、今までちょっとフックが使いづらかったということでしたので、お子さんの、円バッグを置けるようなスペースにしています。そして一番下のところには、紙袋とか、そういったですねバッグ類ですね、それをまとめるスペースにしています。では何度こんな感じになりましたが、ご感想いかがですか？はい、すごいすっきりして分かりやすくなって使いやすくなっただろうなって思います。はい、特になんか入り口近くにあったのに、全然使えてなかったカラーボックス、白いカラーボックスをこういう横に置いて、うまく使うのとかはすごいなるほどって思ったのと、あと本当に使い勝手が悪くて困っていた薬類が
何がどこにあるのか分かるようになったし、このぐらいこうちゃんと分けて言えば今後もこの状態で使い続けることできるのかなって思います。はい、ありがとうございます。以上、前編の難度編のご紹介でしたが、いかがでしたでしょうか。また後半のキッチン編もぜひお楽しみに。最後に、この動画を気に入ってくださった方はチャンネル登録とグッドボタンをぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。